今回は4月15日から5月18日までのベランダ菜園観察と作業記録です。かなりいろいろ植えたり変えたり大掛かりです。それではどうぞ。4月15日、玉ねぎ、バジル植え替え、大豆、パプリカを植える。玉ねぎは芽がしっかりしてきたので大きなところに植え替えます。バジルも発芽率よく窮屈そうなので大きなところにお引っ越しです。人参のヘタはもう一回葉を収穫したらもう卒業です。パプリカはドライフードを作るために見切り品で買った時に取り出したものです。大豆は普通にスーパーで売っていたものをそのまま植えてみます。どれも芽が出たらものすごくコスパの良い種をゲットできたことになります。4月16日、ひよこ豆を植える。ひよこ豆はダイソーで今週売り出したものを植えてみます。ピンセットが地味に役立ちます。4月17日、ひたすら種まき、20日大根、枝豆、小豆、ししとうを植えます。思いついたものは何でもかんでもという状態です。育苗箱に穴を開けたランドリーバスケットをセットし、保温と鳥や虫除けのために不織布をかぶせます。実験的に観賞魚用のロカウールにシソとパセリをばらまいてみます。4月18日、トマト苗をもらう。母が種から苗にトマトを育ててくれたのでいただいてきました。もう一つ、スーパーで買ったミニトマトの種から出たという苗もかなりしっかりしています。4月19日、スーパーで買った生姜を植える。スーパーで特売品になっていた生姜を半分に切り土に植えようと思います。普通に包丁で切ればよかったのになぜカッターで苦労しているのか。4月22日、筋巻きした20日大根のいくつかが芽を出しました。バジルやパセリも発芽率よくちょこちょこ顔を出しています。4月25日、いろいろと入れ替えリタイアの人たちもいます。スーパーで適当に買った大豆がなんと巻いて数日で芽を出しました。カモミールも双葉の間から本葉が見えています。玉ねぎも葉が長くなり、菊芋も小さな芽がちょこっと顔を出しました。4月27日、ニンニクを菊芋の脇に曲がりして植える。スーパーで特売になっていたニンニクを少し芽出しして菊芋の脇に植えてみます。菊芋の成長スピードがまだゆっくりなので時差で引き上げようという魂胆です。4月28日、大豆の成長具合が驚くほどです。4月29日、大豆植え替え他もまとめるなど肥料を与えた後は明らかに背丈の伸びや葉の大きさが違ってきました。青ネギや玉ねぎも頑張ってほしいものです。5月3日、底面給水開始。大豆追加で植える。発芽率に気を良くして大豆を追加で植えてみました。見切り品で買ったパプリカの種も無事芽を出しました。ししとうも同時に芽を出しそっくりで見分けがつきません。小さな植木鉢に植えたものたちは上からではなく底の方から給水をしています。この水の中にはアマゾンで購入したハイポニカを溶かしています。ロカウールにばらまいたシソとパセリも無事に芽を出し、母がスーパーで買ってきたトマトから種を取り出して植えたミニトマトも随分しっかりとしてきました。ひよこ豆も植物らしくなってきました。
5月4日、スーパーで買ったさつまいもの目出しに挑戦。スーパーで紅はるかがなんと見切りで120円でしたので迷わずゲット。植え付けには遅い時期というのは承知なのですが、もし芽が出たらラッキーだということにします。40度ちょい上の水で40分ほどつけておき、その後に保温のために応用した土の中に埋めて芽が出るのを待つことにします。5月8日、最初、大豆よりも成長が遅くて心配した小豆ですが、無事双葉は成長しています。ちょっとヒョロヒョロしているので、どのように太くするのかまた調べながら育てないといけません。底面吸水のバジルたちも、かなり大きな葉っぱを伸ばし始めています。やっぱり肥料を混ぜて吸水すると、1日ごとに急に大きくなります。5月13日、植え替えた人たちは、しっかりと根を下ろしたようです。菊芋は、一つは、かなりしっかりとしてきました。その脇に20日大根を間刈りして育てています。20日大根をさっさと収穫して場所を譲るようにします。5月18日、自動水やり装置を作ってみました。まだ微調整が必要ですが、今のところ少しずつ水やりができていて、土が常に湿っている状況は作れています。トマトの脇にはネギやバジルを植えて、コンパニオンプランツを意識しています。適当に始めたコンポストもいい具合に醸しています。嫌な匂い、虫も湧かず、思ったよりハードルが低いです。底面吸水のハーブたちもかなり大きくなってきましたので、そろそろ大きなところにお引っ越しです。ロカウールに刺さっているパセリももさもさしています。母宅のサイレンはかなり本格的に青々してきました。同じ作物を植えるにしても日当たりの良さや建物の構造でかなりこちらは条件が良かったようです。寒冷車で虫対策、トマトやピーマンも支柱が必要なほど背が伸びてきました。さて、来月はどんな仕組みを作って何が生えてくるのか、あるいはどんな種を見つけて何を植えるのか、頑張りますので、どうぞ次回もご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。